映画、レインマン。この不朽の名作を単なる兄弟愛の物語としてではなく、聖書というレンズを通して読み解くと、そこには驚くべき、魂の変容のプロセスが描かれていることがわかります。律法と恩寵、そして古い契約と新しい契約。なぜ私たちは今も古い律法を人生の旅の道連れにする必要があるのでしょうか。現代の偶話としてのレインマン、その深い聖書的系譜を共に巡礼していきましょう。この物語は、ロードムービーの形式を借りた、現代の放蕩息子の物語です。弟のチャーリーは、父の家という秩序から離れ、ビジネスという名の荒野で自己実現を追い求める、肉と自我の象徴です。一方、兄のレイモンドは、厳格なルーチンの中に生きる、律法と霊の象徴として書かれています。ある人に2人の息子がいたという、ルカの福音書の一節が、この物語の幕開けに重なります。チャーリーの中に渦巻くのは、嫉妬と権利意識というカインの原型です。父の遺産が、存在すら知らなかった兄に注がれたと知ったとき、彼は激しい怒りに駆られます。私は弟の番人でしょうかという創世記の問いに対し、当初のチャーリーは、兄を人間としてではなく、金を引き出すための交渉材料として利用しようとします。罪はまさに、彼の心の戸口で待ち伏せていたのです。二人の旅が始まります。23時の就寝、ワプナー判事の番組視聴、食事のメープルシロップ。レイモンドの変えることのできないルーチンは、まさに厳格な律法そのものです。チャーリーにとって、この融通の利かない兄は苛立ちの源であり、パウロがローマ人への手紙で叫んだように、したい善を行わず、したくない悪を行う葛藤の場となります。しかし、この律法は彼を苦しめるためではなく、真理へと導く、養育係として機能し始めるのです。ここで、聖書が教える2つの心の状態を比較してみましょう。一つは、メリムナ王、すなわち神への信頼を失い、未来を恐れる思い煩いです。これは、ビジネスの失敗に焦るチャーリーの状態です。もう一つは、フロニモス、蛇のように賢く現実を見据える慎重さです。レイモンドが、カンタス航空は墜落したことがないと主張する、あの膨大なデータに基づく警戒心は、時として身を守るための知恵となるのです。なぜ、私たちは、レイモンドのような、古い契約、律法を捨て去ることができないのでしょうか。イエスは、律法を廃棄するためではなく、成就するために来たと言われました。レイモンドという存在、あるいは旧約聖書という律法は、後に来る素晴らしいものの影なのです。影があるからこそ、私たちは光としての実体の輪郭を正しく理解することができるのです。物語のクライマックス、チャーリーは衝撃的な事実に気づきます。幼い頃、自分を火傷から守るために熱いお湯から遠ざけてくれていた、記憶の中の守護者レインマン。それは、目の前にいる、あの疎ましく思っていた兄レイモンドだったのです。私は盲目であったのに、今は見えるというヨハネの福音書の言葉通り、彼の魂は利用するものから感謝するものへと劇的に展開します。過去の傷は愛の記憶へと書き換えられたのです。私は弟の番人でしょうかという問いに、チャーリーは今、自らの行動でイエスと答えます。かつて自分を守ってくれた兄、レインマンを、今度は弟である自分が守る。この守護の逆転が起きたとき、律法と恩寵は互いに抱き合います。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがないという第一ヨハネの言葉が二人の姿に重なります。ラスベガスのカジノで、チャーリーはカードによって巨万の富を得ます。しかし、彼は悟ります。どれほどの金銭も、兄との絆や心の孤独を埋めることはできないということを、神と富、マモンとに仕えることはできないという聖書の契句を背景に、無垢なレイモンドの存在が、カジノの全財産よりも、はるかに価値があることが示されます。ソロモンの栄華も、野の百合のような無垢な存在には及ばないのです。愛とは所有することではなく、相手の幸福を願うことです。チャーリーは300万ドルの遺産、親権を放棄し、兄の幸せのために彼を施設へ返す決意をします。愛は自分の利益を求めないというアガペーの体現です。彼は何かを失ったのではありません。兄を、そして自分自身の本当の魂を取り戻したのです。マタイの福音書には、体の灯火は目です。目が純真なら、全身が明るいでしょうとあります。
旅の果てにチャーリーの世界が明るくなったのは、借金が消えたからではなく、彼が兄を見る目そのものが強欲から愛へと変わったからです。聖書を読むこと、そして人生の荒野を通ることは、この霊的な目を養うためのプロセスに他なりません。私たちは救われるために律法を守るのではありません。しかし、神の愛の深さを知るためには、律法という影を読み解く必要があります。私たちの人生にも、時にレイモンドのような理解しがたい苦難や戒めが現れます。それは排除すべき邪魔者ではなく、私たちを恵みの正体、すなわちレインマンへと導くガイドなのです。あなたの人生のレインマンを見出し、共に歩んでいきましょう。このスライドでは、創世記、ルカの福音書、ローマ人への手紙など、多くの聖句を引用し、レインマンという映画を考察しました。この視点が皆様の聖書理解と人生という巡礼の旅の助けとなれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。